ちは。今回は海外コスメナターシャ・デノーナのレトロパレットについてレビューしていきます。目次は概要欄にあります。よかったらご活用ください。まずこのパレットの概要です。ナターシャ・デノーナはメイクアップアーティストのナターシャ・デノーナ自身のコスメブランドです。日本未展開のブランドですが、特にアイシャドウパレットに人気があるブランドだと思います。私も4つ目の購入です。このレトロパレットはピンク、バーガンディ、トープ系のカラーが入った15色パレットで、公式サイトによるとロマンティックレトロなパレットなんだそうです。人気のミニレトロパレットの大きいサイズ版ということで、かなり注目を浴びていたパレットです。ただ下にあるミニレトロパレットに比べると色の組み合わせがかなり違いますよね。なので海外 YouTuber さんたちはだいたいはぁみたいな反応をしている方が最初は多かったです。ただ使ってみるとナターシャ・デノーナのいつもの品質で使いやすいので評価が高いパレットです。私は今ピンクやバーガンディのメイクにハマっているのでこちらを購入してみました。では上の段からスウォッチしていきます。一番上の段です。真ん中の段です。一番下の段です。まとめるとこんな感じです。ピンク系、バーガンディ系、トープ系、あとピーチカラーも入ったパレットだと思います。ではメイクをしていきます。まず一つ目はナターシャ・デノーナの公式チャンネルのメイクを真似して、目頭側を白っぽく、目尻をくの字に陰影をつけるメイクにしてみました。まずアイシャドウプライマーを塗って55を目尻側に塗りました。ずっとまつげにゴミみたいなのついてるんですけど、つけまつげの練習をしてその時のノリが残ってしまっているのでご了承ください。次にオパートを目尻にのせてぼかしました。次に目頭側にモッドというカラーをのせました。次にサイケデリックというカラーをまぶたの中央から目頭側に塗りました。グルーブというカラーを上まぶたの目尻側にのせました。次は下まぶたでモッドを下まぶた全体に塗って55をその上にもう少し幅狭く重ねてグルーブを目尻だけにのせました。最後モッドを使って目周りのツヤというかテカリを消してアイラインを引いてそれをぼかして、であと目尻のところがちょっと滲んでいたのでコンシーラーできれいにしてマスカラをして完成です。本当はもっとカットクリースとかつけまつげとかつけてみたかったんですけど、ちょっと私の技術力がなくて、このぐらいになりました。でも普段使いしやすい仕上がりになってよかったかなと思います。2つ目のメイクはトープ系のカラーを使ったメイクです。バーガンディのカラーが目立つパレットですが、トープ系もすごくいいなと思っています。プライマーをのせてオパートというカラーを目尻にのせました。でこの時すごく濃くのっちゃったんですけど、焦らずに綺麗なブラシでぼかすとこんな感じでぼけてくれました。で目尻は濃くしたかったのでライナーブラシで引きました。でジェイドをまぶたの中央に指でのせてブラシでぼかしました。
パーティーを下まぶたに足してちょっと血色感を足して、で目頭にまたシルバーを足してちょっとぼかしてから55を目尻に足して血色感を足しました。グレーのアイライナーを引いてマスカラをして、ちょっと眉毛もグレーっぽくした方がいいかなと思って少しキリッと描いて完成です。トープ系のカラーだけでメイクを仕上げるとちょっと顔色悪く見えてしまうこともありますが、このパレットは血色感のあるカラーもたくさん入っているので、調整してメイクしやすいなと思いました。3つ目のメイクです。意外と暖色系のカラーも多かったので、そういった温かみのあるカラーを使ってメイクしました。まずプライマーをのせて、ヌードモーブというカラーを上まぶたと下まぶたにのせました。アマーラって読むんですかね。このカラーを目尻にのせて、次にヘリオというカラーをまぶたの中央にのせてブラシでぼかしました。目頭にも同じカラーをのせました。次にスイングというカラーを目尻にのせてちょっとアイラインみたいに細く長くのせました。次にモッドというカラーを使って目周りのツヤなんだかテカリなんだかよくわからないところを消して、ワインモーブのマスカラをして完成です。海外コスメのイメージって多分強い発色で濃いメイクに仕上がるっていうイメージあると思うんですけど、このパレットはソフトルックもしやすいカラーがたくさんあって普段使いしやすいパレットだなと思います。ではレビューをしていきます。2週間ぐらい使ってのレビューです。基本的にはとても使いやすいパレットだと思いました。バーガンディ系、トープ系、ピーチ系の使いやすいカラーが揃っているので、パパッとメイクして仕上がりやすく、キラキラのカラーもとても綺麗なので買ってよかったです。ただ CP っていうフォーミュラにはちょっと戸惑ったところがありました。 CP っていうのがクリームトゥーパウダーっていうフォーミュラなんですが、練りチークとかマットリップみたいな質感で普通のマットアイシャドウとはちょっと違うんですよね。ブラシに取りにくかったりメイクしているパートでもあったと思うんですが、頑張ってブラシに取ってまぶたにのせるとドーンと色が乗るんですね。あと粉落ちも結構しました。でも何もついていない綺麗なブラシでぼかすと自由自在にぼかせるんです。何回か使ってみて私なりに気づいた使い方のコツなんですが、粉落ちしないようにブラシにちゃんと粉を含ませたり、濃くつきすぎたら綺麗なブラシでぼかしたりすると、ブラシを動かした方向にだけぼけてくれる優秀なフォーミュラだと思います。ただ出勤前にバタバタメイクしている時、時短メイクの時にはちょっと向かないかなと思ったのが正直なところです。CP か CP でないかはパレットの入っていた箱の裏側に書いてあります。あと新品の時は分かりづらいんですが、使っていると、アイシャドウの表面の削れ方が CP はちょっと独特なので見分けがつくようになってくるかなと思います。あとこのパレットで好きなところはカスタマイズできるところです。パレットの裏の穴をピンなどで押すと取り外せて、で同じサイズの他のパレットのアイシャドウを入れ替えることができます。ミニサイズのパレットとはサイズが合いませんが、手持ちのメトロポリタンパレットとはサイズが合いました。好きなように組み合わせて自分のベストレトロパレットが作れるといいなと思って楽しみにしています。ちなみにカスタムしても元のパレットに戻せるようにアイシャドウの裏に型番などを書くようにしています。以上、ナターシャ・デノーナのレトロパレットのレビューでした。私的には欲しかった色味がゲットできましたし、キラキラカラーは綺麗でしたし、あとカスタムできるパレットだっていうところで買ってよかったです。まだ少し新しめのパレットなのでブラックフライデーでセールになるかは分かりませんが、どなたかの参考になれたら嬉しいです。
よかったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。ではではまた。バイバイ。